しもし。ミセス滝田、はい。ご主人を預かっている。2500万ポンド用意しろ。え？スレックの森にご主人の車がある。警察に通報すれば彼の命はない。事件が起こったのは6月19日夜7時。矢沢エレクトリックのウェールズ工場長滝田昌司氏は勤務を終え帰宅途中、運転手のギアとともに何者かに誘拐されたそうです。2時間後、滝田夫人は英国支社長久山文雄氏に連絡。その久山氏から警察に通報がありました。その1時間後、空の車を発見。事件と断定しました。奥さんはショックで寝込んでいる。とても話せる状態ではない。じゃあ女房に伝えろ。約束を破って警察に通報した。だから亭主は殺す。その後10日経っても犯人からは連絡がなく、死体も発見されず。それで協力を要請してきたというわけですか。ああ、お恥ずかしい話ですが、事件は行き詰まっています。で、犯人側に政治的動機は？考えられません。怨恨の線は？目下捜査中です。滝田氏は4年前、当地に工場を建設するために赴任しました。市は地元社会にもよく溶け込み、すこぶる評判がいい。まあ業績もいいし、敵がいないとは言えませんが。スコットランドヤード誘拐犯罪担当警視のダグラスです。こちらが滝田氏の父上の幸三さんと。よろしく。矢沢電機英国支社長の久山です。奥さんは？滝田夫人はショックで伏せっておられます。やっぱり私が警察に通報したのが間違いだったのか。何を言うんです。まあ今時の誘拐犯は警察に通報されることぐらい計算済みですよ。申し訳ありません。警備に怠りがなかったんですが、突然妙な男が。主人が帰ってきたんだわ。あなた。誘拐交渉人？はい。矢沢はロイズの保険組合の誘拐保険に加入しているんです。誘拐保険？あんな悪名高いものに。まあ小砂警視、企業は社員のために倒産しかねないほどの身代金を要求される。それをロイズが肩代わりするんだから、あながち悪どいとも言えないでしょう。しかし。小砂警視、その後犯人から連絡はありましたか？いや、進展なしだ。おかしいな。試しに新聞広告を出したんですが。何？当方キャットフード用意、日本猫檻から離せ、矢沢。なんだこりゃ。誘拐犯に向けての広告か。貴様、一体何の権利があって。明暗だな。報道管制が万全なら面白い。これを読んだ犯人は別の詐欺師が犯人を装って我々と交渉を進め、身代金を横取りしようとしていると思い込む。待ってください。え？奥さん。私が？もしもし。奥さん、誰かに騙されてやしないかい？金は用意できたかい？奥さん、おい。主人を返してお願い。ご主人は無事だ。またかける。
キートンとかいう交渉人、筋金入りのプロですよ。いや、私には分かりませんな。一番動揺している奥さんに電話を取らせるなんて。誘拐事件の統計によれば、電話に出る人間が身内であればあるほど人質の助かる確率は高い。取り乱し情に訴えた方が身代金も安く済む。だが犯人逮捕が第一だ。それにしても2500万ポンドとは法外だ。ヨーロッパの相場は250万ポンド。ロイズもそれ以上は払えんでしょう。おそらく犯人は職業意識を持つ人間でしょじゃあ怒らせれば何をするか。う。いや、犯人はプロです。プロは商品に傷をつけず金だけを取る。では主人は助かるんですね。私を信じてください。ご主人も戦っておられる。彼を支えられるのはあなたの愛だけです。電話でのやり取りは奥さん、あなたしかいません。でも私には耐えられません。あんた日本人かい？私の父は日本人です。それじゃ聞いても構わんかい？あんた身代金の何割をもらうんだね。身代金を安く下げればその差額があんたのものになるんだろ？ええ、保険会社から日当をもらうだけですよ。私の役目はご家族のため最も良い方法を見つける、それだけです。本当だな。本当です。分かった。私はこの人を信じることにした。あんたも辛いじゃろうが。やってみます。金は用意できたろうな。主人は元気だ。その証拠がなければお金は。彼の大学の校歌の出だしを聞いて。ダメだ。日本語の答えはダメだ。じゃあ私たちの結婚記念日は？明日午前9時に電話する。待って、詐欺まがいの電話がかかってきてるの。お互いの暗号を決めましょう。あなたがアキレス、私がアポロというのは？ダメだ。俺がアポロであんたがアキレスだ。第一段階成功だ。物々交換の原則と生存証明を犯人に納得させたんだからな。それに犯人が日本語を喋れないこと、意外なほど教養人だということも分かりましたね。犯人が日本語の答えを嫌がったのは、その中に暗号を入れても理解できないからです。それにアキレスとアポロを逆にしたのは、不死身のアキレスが最後にアポロに殺された、その伝説を知っていたからです。どうしたの？結婚記念日は1月14日。金の用意はできたのか？それが会社に助けてもらっても出せる金額は100万ポンドがやっと。なめてるのか？会社を説得しろ。でも無理なの。郊外のミルトンの森に土産がある。それを見て考えな。警視、ミルトンの森で運転手のギアの死体が絞殺です。久山さん、会社は息子のために満額を出してくれんのか2500万ポンドといえば会社倒産にもなりかねない。我々の頼りはロイズの出す保険金だけなんです。キートンさん、助けてくれ。交渉は始まったばかりです。状況は圧倒的に向こう側が有利。しかし我々と滝田氏の間には信頼関係がある。そして我々の戦略は奇妙に思われるかもしれませんが、誘拐犯人との間にも信頼関係を作ることです。お父さん、奥さんを少し休ませた方がいいでしょう。もしもし？
久山さん、ロイズからあなたに。はい、変わりました。久山ですが。事情が変わった。キートンさん、あなたの仕事はここまでだそうだ。ロイズ保険組合は今回のケースに限って誘拐保険の適用を拒否した。滝田君に身代金は払われない。実は滝田君は誘拐の前日会社を辞めていたんです。3週間前、彼は本社に突然辞表を送ってきました。我々は帰国を条件に慰留に努めました。しかし彼の決意は固く、本社は誘拐の前日辞表を受理したのです。誘拐当日、滝田君は身辺整理に出社した。本社は彼を社員として扱うようにロイズと交渉していたのですが、キートンさん、あなたの仕事はここまでです。お引き取りください。待ってキートンさん、いくら欲しい？田舎の土地も家も売る。いくらなら残ってくれる？まずは奥さんの手当てを。話はその後です。4年前この国に来た頃、私主人のために必死でした。英会話を習い、近所の奥さんたちとお茶。でも一緒に来た日本人の奥さんたちが次々と帰国していくと、心の中にぽっかりと穴が開いて、夫の仕事は忙しくなり、なかなか家に帰らなくなって。ねえあなた、会社は1年経ったら日本に返してくれると言ったでしょう。私たちも4年にもなるのよ。悪いがもう少し待ってくれ。会社も伸び盛りなんだ。今は抜けられないんだよ。今日はあなたの誕生日でしょう。今夜だけは早く帰ってらして。ああ。でもその日も彼は御前様。それで思わず私、帰ってきた彼に、あの人寂しそうな顔で私を見ていた。お願い、夫を助けて。やめる気なんてありませんよ。ご主人はとても人間的な方ですね。人間同士のルールを破ったこの犯罪から早く助け出さなくちゃ。キートンさん、ありがとう。本当にありがとう。300万ポンド。ええ、300万ポンド。日本の本社は滝田君をあくまで社員として扱うと言ってます。しかしこの額まで抑えたいという意向も。どう思うかね、キートン君。300万なら妥当な額ですね。ミスター・キャロルがお見えですが。あ、キャロルさん。我々は先に失礼しよう。その人がロイズの交渉人かい？腕は確かなんだろうな。何者ですか？ジャック・キャロル。ここの労働組合を取り仕切ってる男だ。捜査リストによれば最初容疑者として疑われていた人物だ。キャロルさんと滝田氏とは仲が悪かったんですか？キャロルはチーフ候補の腕のいい技師だったんだが、雇用問題で滝田氏と対立してね、それ以来仲が悪い。道を外れたエリートですか。君だって道を外れた交渉人じゃないか。日当をロイズの半分以下で引き受けたんだろ。アポロ。アキレス。金は150万ポンド。これが精一杯なの。2000万ポンドだ。運転手の死体を見たろ。遊びじゃねえ。本当に私たちは。もしもし、よし、1000万だ。これが最後だ。2000万でも1000万でも同じです。旦那の指を切った。次は耳だ。チューダー通りの電話ボックスに行け。そこに面白い写真がある。
俺がこんな写真見て喜ぶと思うのか。その写真インチキですよ。誘拐犯はギアを殺した。あれが彼らにとって最初で最後の切り札でした。今や犯人は手詰まりになりパフォーマンスに出ている。よく見てください。滝田氏は中指を内側に折って隠しているだけですよ。本当に指を切ったらその指を送ってくるもんです。なるほど、分かったよ。安心しな。滝田の安全のために間違ってもストを打ったりしないよ。いや、パフォーマンスにはパフォーマンスで対抗したいんです。5日、いや7日ぐらいの大規模なストライキを打ってくれませんか？あ、そうか。写真は見たろう。いくら払う？700万か800万か。おい、どうした？新聞見たでしょ。ストライキで会社が潰れそうなの。もうお金はないの。夫だって生きてないでしょ。死んでるのよ。ストのことは知ってる。だが旦那は生きている。もういい。あの人は死んだのよ。明日の昼1時にまたかける。こんなものでいいかしら。で、犯人が身代金を取り、その直後に人質を殺す場合もある。これは小札のない取引のようなものです。ルールはないようで実は存在する。犯人がプロならそれを知っているはずです。あんた、血も涙もない犯人を信頼しろと言ってるのか？そう、犯人は血も涙もない。でも信頼しなければならない。そう、信頼するしかないんだ。いくらなら出せるんだ？270万。300万だ。300万は無理です。でも292万ポンドはなんとか。オーケー、それでいい。ただし旦那のことで最悪の伝言がある。旦那が言うには今日があんたの誕生日だって。プレゼントを買えなくてすまない。俺の元気な身一つで我慢してくれとよ。犯人の指示通り車に自転車をつけた。これなら遠くからでも目立つ。身代金を置く場所は分かっていますね。はい。久山さん、私決めました。私に行かせてください。奥さん、どうぞ行かせてやってください。主人が私をいかに愛していてくれたか、私やっと分かりました。そして主人が私にとってどんなに大切かも、私が行かなくては。はい、主人からです。元気です。今バースの近くの公衆電話だそうです。修二か、よかったな。そうだ、世話になった人がいるんだ。あれ、キートンさんは？彼はもう戻ってきませんよ。誘拐交渉人はあくまでもアドバイザーです。
犯人と電話交渉したり身代金を届けたりはしません。自分の正体や顔の出るのを嫌います。そして自分が救出した人質とすら最後まで会うことはないと言われているんです。犯人は我々が必ず逮捕します。さあ迎えに行きましょう。ご主人が首を長くして待ってますよ。夢の途中で君に気づいた遠く淡い声うなるた景色がリアリティかなってる意識の中探していた空優しさに巡り会えたら時が伝えたまだ白い景色を風に揺れて歩いてくただこの手の中に触れていたくていつまでも夢ながら50年前、幸せな家庭を襲った今はもう語ることもできない悲劇。起こりえない奇跡を信じて彼女は息子の帰りを待ち、そして旅立った。果てしなく終着駅の見えない旅。彼女の旅はどこまで続くのだろう。次回、貴婦人との旅。